皆さんこんにちは、ゆかです。今回は2026年度版私が選んだ旅のエコバッグのご紹介です。それでは行ってみましょう。近所のちょっとした外出から出張、旅行まで、私含めおそらくたくさんの方々が携帯しているのがエコバッグですよね。ファッションの一部にすらなっていると感じます。愛着があるものはなかなか捨てられないし、用途によっても使い分けるしで、案外手元に何個もあるのではないでしょうか。私も結構持ってるんですが、今回は新たに購入したものを含め、今年出番が増えそうなものを厳選してご紹介します。最後は私のベストチョイスも発表します。まずはこれ、モンベルのウルトラライトモノバッグ L です。軽量グッズに定評のあるモンベルですが、前回の動画でもファスナー付きのモノショルダーを1泊2日のバッグとしてご紹介しました。これはそれと同素材のものです。スタッフが私物として持っていたエコバッグをちょっと借りて使ってみました。まず前回ご紹介したカーキ色に比べると濃いめのパープルなので、中身も見えにくくなっています。カラーバリエーションは8つあるので豊富ですよね。非常に丈夫なナイロンで、肩紐が1本、そして開口部が広くて物の出し入れがしやすいから、瓶詰めなんかの重いものもありそうだなという予感がするときに進化を発揮します。マチもしっかりついていまして、見た目よりも大量に入ります。そして真ん中のバックル、こちら真ん中のバックルを留めることによって中身が崩れ出ることを防いでくれます。パイピングされている点も安心感を高めています。そして撥水性の素材なので、雨の日の買い物にも重宝します。大きさは36センチ ×40 センチ、マチが13センチ、そして容量が19リットルで49グラムです。ちょうど納豆1パック分くらいの軽さですね。パッカブルなので、内側に深さ9センチ、幅 8.5 センチのちょっと小さなポケットがあります。畳んでこのポケットに入れるよりも、くるくる丸めてバックルで留めた方が早いんじゃないかなと何度も試したんですけれども、こちらの生地がですね、とにかく滑らかすぎてできませんでした。公式で解説の通り、ポケットの中に一気にくしゃくしゃくしゃっと詰め込むのが早いですね。というわけで、丈夫さと軽さ、十分な容量と3拍子揃ったエコバッグです。さて、私が旅のエコバッグに求めるものは3つありまして、優先度順にこうなります。1、見た目、そして2、機能性、3、軽さです。もちろん価格も気になるところなんですが、これら3つのうちのどれか1つ、あるいはいくつか同時に秀でていたら価格には目をつぶります。身軽な旅のためにストイックに軽量化を目指すのもいいと思うんですが、やっぱりお気に入りのものを持って出かけたいという気持ちも大切にしたいと思っています。エコバッグといえば10年くらい前までは布製が主流で、私も未だにたくさん持ってますし、近所の買い物ではよく使っています。例えばこれらはロンドンの書店で、こちらはヘルシンキの無印良品で、こちらはデンマークのスーパーマーケットで買ったものです。もう十分すぎる枚数を持っているのに、好みのデザインやコラボもののエコバッグを見つけると、今でもついつい買ってしまいます。視聴者の皆さんからもおすすめのエコバッグをいくつか教えていただきました。ありがとうございます。中でもこれは良さそうとピンときて買ってみたのがこちら、トゥー&フローのパッカブルトートバッグエアーの S です。これがですね、箱に入って届いたわけですが、もう空箱かと思ったくらい軽かったんです。それもそのはず、なんと約 15g、A4 コピー用紙3枚分の軽さなんですね。
もうね、こちらの箱に同封だったリーフレットと納品書、こちらの方が重いんですよ。間違いなく今まで見てきた中でダントツ最軽量のエコバッグです。容量は 8.4 リットル、3キロの耐荷重で、大きさは幅28センチ、高さ31センチ、マチが10センチです。ブランド最軽量のエアーシリーズは現在この S サイズと一回り大きい M サイズがあります。ポケッタブル仕様で、畳んだ様子はハンカチと同じぐらいなのでポケットに入れることができますし、バッグの中でもかさばらないのがいいですよね。そしてこの生地、生地はハミングバードエアーというメイドインジャパンの軽くて薄いオリジナル素材です。シワになりにくくって生活防水対応になってます。でですね、この手触りは不織布とか紙に近くってちょっとあったかい感じがします。私が買った時はブランドロゴの色を選べたので、ネオンカラーの黄色にしてみました。プリントサービスというものがあって、自分の名前やロゴ、イラストから無料で選んでカスタマイズすることもできます。持ち手の部分は二重になっていて丈夫になっています。ボールペンとかクリアファイルなど先の尖ったものを入れると生地が破れる恐れがあるそうなので注意が必要です。ただ普通に使う分には問題なさそうです。はい、とにかく衝撃的な軽さのエコバッグです。畳むときれいにフラットになるエコバッグといえば、モンベルのフラットバッグ16がありますね。肩掛けにこだわらない人であれば、こういった軽量かつスリムに収納できるものも選択肢として良いのではないでしょうか。ライフワークプロダクツのエコバッグです。こちらは結構前に私の旅の7つ道具としてご紹介したもので、とにかく大きくてタフなエコバッグ枠としては横綱級ですね。横46センチ、縦50センチ、そしてマチが14センチ。確実に大きなものを買って帰る、数をたくさん入れる可能性があるという時に本当に頼りになります。容量の割には軽いので、実は私これを旅行バッグとして海外に1週間持って行ったこともあります。2way ストラップ構造というもので、ストラップを中央に引き上げるとトートバッグ、両側に引き上げるとバックパックになります。容量は約20リットル、8キロの耐荷重で約135グラムです。これはブルーグレーですが、他にさらに透け感のあるホワイトと逆に透けないブラックがあります。生地は軽くて丈夫なカジレーネ社のカジフブランドで、先ほどのトゥー&フローと共通のルーツを持っています。圧倒的大容量と 2way の頼れるエコバッグです。このチャンネルでもおなじみのシュパットは、とにかく美しく早く畳めるエコバッグです。実は私、エコバッグをぐちゃぐちゃに畳むことにちょっと抵抗があるので、これを初めて見た時は感動しました。生地がしっかりしている分、ものすごく軽量ということではないんですが、十分に使い出のあるエコバッグです。学生の頃からずっとお世話になっている銀座の画材ショップ伊藤屋さんのロゴ柄です。和風にも見えるのがなんとなく不思議ですよね。圧倒的に早く美しく、機能美で群を抜いているエコバッグです。畳みやすいといえばこれ。私が持っているのは肩掛けではないので出番は少ないのですが、サーモスの畳まず丸めるエコバッグの畳み方がちょっと面白いのでご紹介します。一つ上の肩掛けサイズもあります。裏を返すとここが円形になっていて紐が通っているので、こうするとあっという間に丸まって小さくなります。
気を使わずにワシャワシャと丸めたい人向けですね。布地はエコバッグに多いポリエステルなのですが、とってもしっとりした手触りでシャカシャカした音がしません。シワ加減もそこそこで、普通のポリエステルにはない温かさを感じるんですよね。洗濯機でガシガシ洗えるのも嬉しいし、これは刺さる人には刺さるのではないでしょうか。このどら焼き的な姿もちょっとユニークですよね。可愛くて憎めない癒し系のエコバッグです。出先でエコバッグを使うのが確実に分かっている場合は、なんだかんだで IKEA のエコバッグを携帯することが多いです。サイズは 45×36 センチ。リーズナブルなのでお土産を入れていってこのままあげちゃうこともあります。決め手は色柄ですね。私がよく使うのはこの辺りの幾何学模様なんですが、不思議と飽きないんですよね。ただ寿命は長くはないので3つぐらいを順繰りに使っています。デザインもくるくる変わるので気に入ったものは5個ぐらいまとめ買いしておきます。畳んだ時に平たいのもカバンに入れやすくって便利です。王道をひた走るエコバッグですね。ナンガのエコバッグは昨年からの軽量化修行の一環でヘビーユースしているものなんですが、畳むと団子のように小さくなる上に 26g ともう持っていることを忘れそうなくらいなんですよね。常にサブバッグの中に鎮座させて、いざという時に出てきてもらうというポジションになっています。利便性はダントツなため、これまで何度も持っててよかったということがありました。唯一気になる点はロゴがちょっと目立つので、見た目の満足度についてはそれほど高くはありませんでした。実は最近よく持ち歩くもう一つのバッグにも同じものを常備しようと思って前から気になっていたオレンジ色を買ってみました。これが落ち着いたアースカラーといいますか、とってもいい色なんですね。しかもオレンジの地に白いロゴなので控えめな印象になりました。これで図でいうところの見た目の丸のポイントが上がったので、総合的に満足度が高まりました。出番が来るのを待っているお守りのようなエコバッグです。こちらは最近買ったばかりなんですが、今年の出番が多くなりそうな予感のチケットトゥーザムーンのエコバッグです。バリ島に拠点を置くアウトドアメーカーで、ハンモックやアウトドアアクセサリーに定評があります。非常に丈夫なパラシュート素材を使っているのも特徴です。エコバッグって柄物はすごく多いんですけれども、こういったツートンカラーってあまり多くないんですよね。明るいミントグリーンに気分が上がります。夏場に合いそうですよね。さらに5箇所を32色から選べるオーダーメイドも可能なんです。ってことは計算上3000万種類以上のパターンができるってすごくないですか？送料は21ユーロになりますが、何人かで頼めばその分お安くなります。これぜひオーダーしてみようと思いますので、またご報告します。個人的にはちょっとシワシワっとしたテクスチャーが気になったのですが、荷物を入れて持ってみると光沢があるためかあまり目立ちませんでした。重さは 40g、 耐荷重 15kg、 容量約10リットルの S サイズ、 30cm×32cm× マチが6センチです。このサイズで耐荷重が 15kg とはかなり丈夫ですよね。お米や味噌もいっぱい運べそうですよね。ストラップの幅が広いのも気に入りました。私はエコバッグは肩掛けして使うのであまり使わないと思いますが、手持ちができる持ち手もついています。それからこれ、なんとタグの一部に制作した職人さんの名前が入ってるんです。こういったものがあると愛着が湧きますよね。使うのが楽しい個性派のエコバッグです。というわけで今回の私のマイベストですが、どれもいいところがあって一つに絞るのは本当に難しかったです。
チケットトゥーザムーンのバッグがかなり良かったですね。ですが今回はナンガのオレンジです。はい、今回は旅のエコバッグについてご紹介しました。皆さんのエコバッグ選びの参考になれたら嬉しいです。これからも定期的にご紹介したいと思いますので、皆さんご愛用のエコバッグもぜひ教えてください。それではまた。